どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はソニーからですね、新しく発表されましたイヤホン、2つと、あとですね、こちらにあるスピーカーについても使ってみましたので、ソニーさんからお借りしまして、使ってみた感想っていうのをね、レビューしたいかなと思います。結論から言うと結構良かった。このモデルはこういった方におすすめじゃないかなっていうのが見えましたので、こちらシェアしたいかなと思います。何が出たのかっていうと、このながら聞きのイヤホンっていう、リンクバッツオープンっていうモデルになります。前のモデルも結構ね、レビューさせてもらってちっちゃかったんですけど、さらにちっちゃくなってます。特徴としてはこの耳を塞がないっていうね、非常にこう開放的に使えるっていう、ながら聞きで使えるっていうコンセプトのイヤホンになってます。で、穴の部分が開いてます。はい、リングスタイルものになってまして、周りの音がこう聞こえるようなイヤホンになってます。で、もう一つね、ノイズキャンセリングね、搭載モデルがございまして、これもリンクバッツフィットっていうものになります。一番ハイエンドのですね、WF1000X Mark V と比較して、だいたい10% ほど小型化になってますので、ノイズキャンセリングと、あとソニー史上最高の外部の取り込みモード搭載ということで、これも結構良かったんです。個人的にはフィットの方が、僕は用途的にはあったかなと思いましたので、基本的にはこの Mark V の、このちっちゃいモデルって思ってもらえばいいのかなと思います。基本的に中身とかも、同じドライバーが使われてたりするので、どうなのかなっていうところをね、ちょっと見ていきたいかなと思います。はい。まずこのデザインとかね、見てもらえばいいのかなと思いますので、どうぞ。こちらがね、リンクバッツオープンですね。ピアノブラックみたいな色してます。ここにソニーのロゴがね、よく見ると、ついてまして、上側は光沢感ある素材で、下はこのマットな感じですかね。シリコン素材なのかな、おそらくね。で、後ろ側に USB-C 入ってまして、ペアリングボタンがあります。それぐらいかな。で、今回マグネット式ですかね。てか、もうめちゃくちゃちっちゃい。すごいコンパクトになってます。はい、で開けますとこちらインジケーターあって、そうなんですよ、この穴開きのスタイルになってるんですよね。ブラックでもかっこいいな、普通にな。ここはマグネット式でくっつきます。でここはケースのとこもマグネット式。前はねボタンでこう開ける方式でちょっと面倒くさかったんですけど、マグネットになったんですごい楽になったこちらが、本体ですかね。ちっちゃいね、こう見ると。はい。でここがね黒いのがこのフィッティングサポーターっていうところが耳につけるところになってて、でここが穴開きになってます。で裏側を見ると、ここがね穴になっててスピーカーになっておりますね。よく見るとソニーのロゴとかね入ってたりして結構ね可愛い。でやっぱりその耳にねここまで出たりしないので、マスクとかメガネっていうか服を脱いだりする時も干渉しないのがいいかなと思います。フィット感はねすごいいいですね。ここでなんでタップしたりとかワイドエリアタップここで操作できる。いい音いいなやっぱ質感やっぱすごいいいなっていうところとちっちゃいでカラー的にはオープンはブラックとホワイトかな。ホワイトはねかなりマーブル調な感じで、飛んじゃってるかもしれないけど、はい、いいですかなり、はい、ただ中身はこれフィットなんですけど、これマーブルとこれがなんかグリーンみたいな感じのこれはこれでいいなっていうところ、このカラーが好きで使ってました。フィットに関しては構造はね、もう基本的に同じですね。フィットの方が若干分厚いんですけど、ほぼほぼ重さとか形状は同じ USB-C とかね。はい、本体がねこちらで、フィットに関してはインナーイヤー型なんで、一般的な今までのイヤホンですね、イヤーピースがついている形で、あとフィッティングサポーターっていうところは同じですかね。こっちはノイズキャンセリング搭載モデルになってます。はい、こちらはねすごいフィット感いいんですよね。でこっちも同じここでタップして、再生停止、ダブルタップとシングルタップ。はい、一応ワイドエリアタップも使えます。耳の下ぐらいかな、多分ね。耳の下ぐらいであれば使えるかな。再生停止ができます。これ結構いい機能です。で、今回別売りではあるんですけど、この着せ替えのケースみたいなのがありまして、これをなので、これが上かな。これシリコン素材になってるんですが、で、カラビナもね、付属してきます。なので、カバンとかにね、つけたりもできるので、これはいいなと思いましたね。でフィッティングサポーターに関してもカラーがねこう展開されてて、ここの部分がね付け替えれます。このフィッティングサポーターのねここ取れるんですよ、ここが。はい、でこれオープンフィットともにどちらも5色ずつあるのかなありますので、そういった使い方もいいかなと思いました。さあどうですかね、このカラーぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構マーブル柄のデザインとかでね面白いかなと思いましたので、ぜひ質問とかありましたらね、ぜひコメントいただければなと思います。デザインの感想とかね。ということでまず音質についてですね、今回どうなのかっていうところなんですけども、非常にね前作から比較してかなり良くなってます。でオープン型っていう構造にはなってるんですけどね、こちらね、特にリンクバッツオープンに関しては非常にね音いいです。であとやっぱ使ってみた感想としては、音場が広いっていうか特にこの周りの環境
音と調和するっていうのが、周りの音が BGM みたいな感じで聞こえるんですよ。本当にこうライブ会場にいるというか、なんていうかな、ここら辺から耳のね、ここら辺から聞こえてるような感覚に近いかなと思いましたので、なんか臨場感がねすごいあるんですよね。オープン型なのに。で、音の傾向としてはやっぱ 10X Mark V ですねに近いかなっていうところはあります。はい。なんで今回ソニー独自開発の11mm のリング型のドライバーユニットっていうのがこのオープンにね入っておりまして、低音からこう中高音まで解像度もそれなりにあって、Mark V の方がやっぱり解像度は高いんですけども、すごい似た感じの音を出し、本当に耳が開いてるとは思えないぐらいの音質がいいというか、バランスのいい音っていうのかな。いや、本当こうソニーらしいいい音をしてます。で、リンクバッツフィットに関しても、やっぱりいいですね、音はね。こちらも 10X Mark V にですね、採用されている統合プロセッサー V2 っていうものが入っております。はい。ダイナミックドライバー X っていうのが搭載されてるんですが、こちら8.4mm、ドライバー 8.4mm なんですけど、やっぱりこの、遮音性というか、耳にこう入れるイナイヤー型っていう形になってるので、すごい、こちらはこちらで臨場感というか、こう入り込める感じはあるかなと思います。没入感はね、リンクバッツフィットの方が、低音とかはどうしても耳からの距離が、穴までの距離が近いので、オープンの場合はこう周りでこう空間と一緒に楽しむなんですけど、リンクバッツフィットの場合はこう没入感というか、こうもう入り込んでここでガンガン、来る感じこれはこれでねいいんですよ。どちらも甲乙つけがたいというか、で周りの音を取り込むか本当に取り込まないかの違いですかね。はい、傾向としてはもうほぼほぼ、似てるかなっていうところでございます。で、両モデルともですね、これソニーさんの、ね、技術ですけど DSE っていう、圧縮音源ですね。Bluetooth で飛ばすとやっぱりデータ量的に少なくなっちゃうんで、音の音質が下がると言われてるんですが、そこはAI の技術とかを使ってですね、自然でこうすごい広がりのある音っていうんですかね、LDAC とか対応してないものでもスマートフォンとかでもすごい聞きやすいっていうか、高音質に仕上げてくれるっていうのはこれね搭載されてます。音はすごいいいですので、結構この価格帯的に言ってもかなりいいんじゃないかなと思いました。リンクバッツフィットの方にはですね、ノイズキャンセリング搭載されてますので、どうなのかっていうところなんですけども、この価格帯で言ったら強いんじゃないかなと思いました。ただ高音とかに関しては効いてるけど完全にがっつり取るめちゃめちゃ強いっていう感じではないですかね。もう少し上の価格帯のもの、例えば 10X Mark V とかよりは若干やっぱ下がるっていう印象はありますが、やっぱりそのソニーのノイキャンの特徴なんですけど、結構周りの音と割とこう調和してというか、自然なガンって音を取るというよりはなんかいい感じにこう調和してくれる、聞きやすいっていうのを言うんですかね、耳にすごい優しいノイキャンなのかな、自然なノイキャンっていうのは、そこに関してはやっぱ Mark V とかとすごい似てるなと思いましたね。ただ Mark V の方が全然強いですよね、ノイキャンの機能に関しては。ただこの外部の取り込みモードに関しては、今回ですね、ソニーのその完全ワイヤレスイヤホンの中で史上最高っていう風に歌ってはいるんですけども、これかなり良かったと思いますね。割と周りの音は自然に聞こえてきます。ただ自分のやっぱ声とかは、話しかけられた時の声は結構綺麗に聞こえるんですけど、自分の声は若干こもってるなっていうところぐらいかな、気になったところで言うと。はい。そこら辺はかなりね、ただ外部の取り込みモード結構優秀だなと思いました。で、リンクバッツ、オープンに関しては、穴開きのものなんで、そもそもすごい、もうそのまま自然に聞こえてくるなっていうのは、自然外部音取り込みなんで、散歩をしたりとか、そういった時の用途ね、めちゃめちゃいいですね。自然と、音楽を聴きながらでも周りの音も、軽く入ってくるみたいな感じではあるので、なんで欲を言えばリンクバッツオープンの方にですね、ノイキャンちょっと搭載してくれたらなって僕は思いました。こんなに別にめちゃめちゃ強くなくていいんで、これは僕の希望ですね。で、あとコントロールとかフィット感、コントロールとかその操作性とかに関してのところなんですけども、シングルタップかな、ダブルタップ、これリンクバッツ基本的には両モデル同じです。本体を例えばこのダブルタップで一時再生停止です。ここに本体ポンポンって押す感じですね、2回。で、トリプルタップで次の曲っていう感じで、リンクバッツオープンに関してはこれ左右どっちも同じです。音量上げるっていうのもリピートタップかな、4回こうポンポンポンってやるとできるっていう機能はあります。ただ僕はあんま使わないですで、リンクバッツ、フィットの場合はノイズキャンセリングのオンオフができます。なんでデフォルトでは左側にダブルタップで同じくノイズキャンセリングとポンポンって2回ですね、ここポンポンって押すとノイズキャンセリングと外部取り込みオンモードか
外部取り込みのモードを切り替えっていうのができます。で、トリプルタップはなんか割り当てるとかことはできるんですけど、ただこの機能の一個一個それぞれ割り当てるってことは、アプリでもできなかったので、そこをちょっともうちょっとどうにかしてほしいなと思いました。あと、ノイズキャンセリングを例えば右でも左でもやるみたいなことはできるんだけど、再生と一時停止とどっちもやるっていうのはできなかったので、そこら辺かなを改善してほしいと思いました。どちらでも外部の取り込みと再生一時停止できるようにしてくれたらすごい。僕両手で結構使うんですね。右でやったり左でやったりするんで。ただ、今回ですね、この、結構イヤホン本体をボンボンってやるとてか耳にガンガンってくる感じは、多少あったりするので、このワイドエリアタップっていうのがね、めっちゃ便利で、耳のこの周辺をタップするんですよ。本体じゃなくて、この耳のあたりをポンポンって、例えば2回やると、今、ノイキャンになりました。ノイズキャンセリングに行って、外部の取り込みモードになったんですよ。このワイドエリアタップっていうのを、設定してもらうと、アプリで一応設定できますので、このぐらいの、手をね、まず上げなくていいっていうのと、本体にボンボンっていかないので、これね、すごい、ワイドエリアタップは結構僕好きで使ってます。装着感はね、やっぱいいです。で、あと、バッテリーに関してなんですけども、リンクバッツオープンに関しては、本体で8時間、ケース込みでプラス14時間かな。で、連続通話も 4.5 時間。前からかなり伸びてると思います。確かね。なんで、かなりながら聞きで聞いてもね、バッテリー足りないな、みたいなことはなかったです、やっぱり。コンパクトなんだけど、やっぱロングバッテリーというか、やっぱながらね、ずっと基本的にはつけて使うものなので、これは非常にいいなと思いました。で、あと3分で、急速充電とかね、60分使える急速充電とかももちろん入ってますので、充電忘れたなっていう時でも大丈夫かなと思います。で、リンクバッツフィットに関しては、ノイズキャンセリングオンの場合で 5.5 時間、ケースプラスで 15.5 時間かな。ケースが 15.5 時間使えるので、最長21時間、ノイズキャンセリングオンで。で、オフにしたら8時間と22時間という感じで、基本的にはかなりね、バッテリー持ちはいいんじゃないかなと思いました。長めに使ったりしたんですけど。で、あと細かいね、機能面のところで言うと、例えば、マルチポイント機能ですね。なんで2台までであれば、スマートフォンとか例えばパソコンとかタブレットでも何でもいいんですけども、同時に接続されます。立ち上げた時にもうすぐにプンプンってね、2台接続してると音が2回になるんですよ。なんでそこら辺もすごいいいとこだなと思って、2台に繋がったなっていうのが結構直感的にわかるというか、大体僕やっぱパソコンで作業することが多いんですけど、装着するともうすでにスマートフォンと、PC に繋がっている状態になるので、これね結構やっぱ便利ではあります。マルチペアリングも対応してるんで、切り替えとかもすぐできますね。この本体とアクセサリーですね、付け替えがね、100種類以上組み合わせ楽しめるということで、素材の色が本体が4色あって、このフィッティングサポーターですね、耳のとことケースカバーもそれぞれ 5色ずつかな。これも結構面白いとこかなと思います。カラビナとかもついてるので、ただフィッティングサポーターに関してはちょっと取り替えね、若干めんどくさいなと思いました。僕はちょっと取り外すのが、大変なんで、そこだけもうちょっとただ緩すぎてもね、装着するとき取れちゃってもダメなんで、ケースの方がすごい簡単ではね、それにちょっと改善してほしいなとは思いました。こちらにある、リンクバッツスピーカーっていうのも新しく出てるんですけども、こちら例えば聞いてた音をこれで聞いてた音を外出するときにそのままイヤホンで例えば聞くみたいなのがあります。こちら、オートスイッチっていう機能があるんですけども、これ、搭載してます。リンクバッツオープンフィットともに搭載してまして、なんで逆も大丈夫です。家から帰ってきてイヤホン取り外すと、自動的に一回設定する必要はあるんですけど、設定めちゃめちゃアプリで簡単にできます。で、帰ってきたらこれ取ったんで、例えば帰ってきてイヤホンを取ると、もう自動的にですね、イヤホン取るじゃないですか。取ると、こんな感じで、切り替えがね、自動的に行われます。で、今流れてる、勝手に。これ結構ね、便利だし、割と正確というか、たまにやっぱり引っかかったりとかするときあるんですけど、できます。おそらくなんだけど、多分同じ Wi-Fi につながってる必要があるっぽいので、今、Wi-Fi 切ってて、うまくいかなかったんですけど、オートスイッチっていう機能は非常に便利だなと思いました。これ後で見ますね。で、あとなんだっけ、使ってみて良かった点ですね、それぞれ。気になった点あったので、それをちょっとサクッとまとめます。非常に良かった点としては、オープン型っていうね、耳が開いてる構造なのに、音質がやっぱすごいいいっていうね、ところですね。フィットも、リンクバッツフィットも同様にですね、やっぱりこのソニーの音いいですね。音場も広くて、臨場感あって、マーク5ほどではないけど、割と解像感もあるというかね、聞いていてテンションが上がる音なんですよ。ったりとか、あとやっぱ装着感に関してはね、すごい良かったですね、どっちも。ずっとつけてられました。僕もずっと3時間とか4時間とか、作業してる時ね、つけてたりするんですけども、全然耳も痛くならず、このフィッティングサポーターがね、かなりいいんじゃないかなと思いましたね。あとやっぱ本体とかケース、かなり小型になってますので、小型で軽量なんですよ。ここら辺もすごいいいかなと思いましたね。すごいミニマルな感じの、全体的にやっぱ本体もちっちゃいし、ケースもちっちゃいので、そこら辺すごいいいとこかなと思いましたね。はい。で、オープンに関
関してはやっぱこの環境音っていうんですかね、周りの生活とすごい同化して、自然と使えるので、これはねやっぱ散歩とかですね、例えばその在宅で仕事をするとかっていうパターンはねすごいフィットするんじゃないかなと思いましたね。散歩ね、街歩きとかにめちゃめちゃいいです。周りの音も、周りのこのちょっとざわついてる音がですね BGM みたいな感じで音楽とか聴いてるといい感じに溶け込むんですよ。これがめっちゃいいところだと思いました。はい、逆にその気になった点で言うとですね、リンクバッツオープンに関してはやっぱり電車とか割とガヤガヤしてるような環境ではちょっと不向きかなとは思いましたね、正直ね。そういう環境で使うことあんまりもちろん想定してない商品ではあるんですけども、良くも悪くも外の音が入ってきちゃうので、ガヤガヤした環境というか、電車で例えば通勤用で使うのは、フィットの方がいいかなと思いますね。やっぱりね、ノイキャンがやっぱりあるんで、なんでちょっとでいいからノイキャン乗せてほしいなって思いました。はい、僕はオープンにもキャン搭載モデルも出してくれたらめっちゃ使いたいなって思います。はい、あとはですね、オープンに関しては穴開きっていう構造上ですね、多少音漏れはやっぱしてるなっていう印象はありましたね。自分では分かんないんですけど、こうね、この部屋もそうなんですけど、例えば図書館とか割とそういう静かな環境で、鳴らすと、音量にもよると思うんですけど、爆音じゃなくてもやっぱこう音楽は鳴ってるなっていう感じはねするんですよ。つけて他の人に聞いてもらったんですけど、なんですごい静かな環境だとちょっと使いづらいかなって、音漏れはするかな、そんなに気にはなんないみたいなんですけどっていうのはある。なのでオープンにノイキャン搭載してくれたら嬉しい、僕の希望これは。はい、あとはでアプリのその割り当てに関しても自由度がちょっとやっぱ少ないんですよね。もう固定されてるんですよ。もうこの機能は右側、この機能は一個一個、例えばダブルタップの機能を切り替えるとかはできないので、そこの自由度があったらいいかなと思いました。なんでノイキャンの例えばノイズキャンセリングのオンオフを、両側で、できるのはできるんですけど、設定すればそれだと再生の一時停止ができなくなったりとかはあったので、多分ね、そこら辺の自由度がすごい上がってくれたらいいかなと思いましたね。さらに使いやすくなると思いましたので、はい。ということで皆さんいかがでしょうか。詳細一応概要欄に載せてますので、それを際のそのスペックとかねに関しては、見てもらえばいいかなと思います。ちょっとリンクバッツスピーカーの方もね聞きたいと思いますけども、こちらがですねリンクバッツスピーカーなってます。上にプラスマイナスのボタン、電源とかかな。で、これマルチボタンみたいなのがあって、電話とかもね、できるんですよ。コンパクトではあると思う、正直。もうイヤホンもそもそもちっちゃいけどね、これを手のひらに収まるぐらいの、ちょっとちっちゃめの200何ミリかなとかの缶と同じぐらいのサイズ感。それにこちら、なんかね、カラビナみたいなのついてるんで、引っ掛けたりするとしたりもできますかね。後ろに電源ボタンついてて、ここにUSB-C で、充電かな。はい。一応棒的にはなってると思う。USB-C で、下にですね、これ、レードル、実はね、付属で充電スタンドみたいなのがついてまして、レードルがついてるんですよ。ここで充電することできます。ちょっと音鳴らしてみようかな。で、オートスイッチっていうので、こっちでイヤホンで聞いてた音をそのまま、こっちで自動的に切り替えてくれるっていう機能があります。ケーブルも付属されてるんですけども、そう、後ろにこう USB-C でこちらですね、充電できるスタンドみたいなのがついてて、これにもうこのままこう乗せて、ここに USB-C ここから挿して使うことができるんで、結構ね、便利。充電が乗せるだけでできるんで、割とこのスピーカーってさ、充電がなんか気づいたらなくなってたみたいなことあるんで、音流してみますね。音量大きめでいきますね。はい、いかがだったでしょうか。ぜひコメントいただければと思います。360度スピーカーなので、臨場感って音、コンパクトの割には割とね、賃貸だったらこれ大丈夫かなみたいなぐらいの音は出ます結構大音量で、一応2台でステレオペアとかもできますので、ここもいいとこかなと思います。このリンクバッツオープンとフィットと、あと 10X Mark V もオートスイッチ対応してるので、そういった方もね使いやすいかなというか、家から帰ってきてこうスピーカーに、割とシームレスにつながりますのでいいんじゃないかなと思いました。はい。でリンクバッツフィットに関しては11月15日発売になってますので、今一応この動画が出てる時点では予約の段階かなと思います。他のリンクバッツオープンとか、リンクバッツスピーカーに関しても発売していると思いますので、はい、概要欄にリンクあるので、ぜひ、気になった方はチェックしてもらえばなと思います。で、他の後ソニー製品とかもレビューしてますので、ぜひね、チェックしてもらえればと思います。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。
やっぱり基本的にねすごいいいですね、ソニーの製品はね。音がいい、テンション上がるんだよね。前レビューしたアルトウェアっていうヘッドホンもあるんですけど、あれもすごい良かった。はい、いい、普通にいいわ。テンション上がる。ノイキャン搭載してください、お願いします。オープンにね。はい、買います。